真ん中というところにお菓子があるんですけれども、こちらをちょっと、もし食べなかったらご自由に食べてください。それではあとはお手元の資料をご確認いただければと思いますが、シールと、弊社のカタログと、あとは本日のユーザーカンファレンスの、ご案内の冊子、あとブラックマジック方様から、パンフレットをご提供いただきましたので、ぜひ見ていただければと思います。ちょっと残念ながらその中に EDC シリーズがちょっと入ってないので、こちらご了承ください。あともう1点なんですけれども、本日写真、ビデオ、撮影は、大丈夫ですので、ご自由に、よろしくお願いいたします。それでは、会見の言葉を弊社営業部統括の立花より、お願いいたします。おはようございます。今年も年度初めのこの大変お忙しいところ、スポーツコードユーザーカンファレンスにご参加くださり、誠にありがとうございます。西暦2000年の3月なんですけれども、弊社がスポーツテック社の国内代理店になりまして、スポーツコードの普及に取り組み始めてから、この3月の末でちょうど15年が経ちました。振り返ってみますと、時の流れの速さを感じますとともに、日本のパフォーマンス分析のこの進歩の過程に、いささかでも関わることができて、非常に嬉しく思っています。さて、去年から今年にかけてこの分野でのいろいろ新しい動きが出てきています。特に昨年、初めてのスポーツアナリストの団体として日本スポーツアナリスト協会という団体が誕生したのは皆さんご存知だと思います。アナリストという職域の拡大へのこうした取り組みが始まったということで、非常に歴史的な出来事だと私は思っております。また最近テレビなどの報道を見ていても、例えば今年から J リーグで試合中のトラッキングデータの配信が始まりましたし、またラグビーの日本代表が GPS のデータをリアルタイムでパフォーマンスの向上に生かそうとしているというようなニュースも拝見しますし、スポーツの情報分析に関わるニュースを目にすることが本当に15年前と比べると珍しくなくなったなという感じを強く受けます。こうした中でスポーツコードというソリューションを提供している私たちがどんな情報を皆さんにお伝えしていくべきか、いろいろと考えた結果なんですけれども、今年のカンファレンスのテーマを Always Improve、常に向上せよというテーマを掲げました。この言葉はスポーツテック社が掲げているいくつかのメッセージのうちの一つでもあります。スポーツコードのユーザーである皆さんが分析のスキルの上でも、そして一人のチームスタッフとしても、向上するための具体的なヒントをご提供できたらと、そう考えながら講師の選定やプログラムの企画を行いました。ここで簡単に今年のプログラムをご紹介します。まず今年のスポーツテックからのゲストはオーストラリアのマネージャーマイケル・コンランさんです。スポーツコードの活用について特にオーストラリアからの最新の情報を語っていただきます。次に今回の初めての試みとしてチームワークトレーニングの講義を亀田総合病院の鈴木誠先生にお願いしました。鈴木先生はスタジオコードと i コーダを医療のシミュレーショントレーニング後の振り返りにも使っておられます。国内ユーザーからのご講演はラグビートップリーグのキヤノンイーグルスの分析担当吉田徹様です。チャンスをつかんできたその道のりをお話しいただきます。またもう一つの新しい試みとして学生によるショートプレゼンテーションコンテストを行います。これは昨年から行っている弊社のアナリスト体験セミナーにおいて学生の持つポテンシャルに改めて驚いたのがこの企画のきっかけとなりました。ぜひそのポテンシャルを感じていただきたいと思います。最後にパフォーマンス分析というスポーツ界の新しい分野に取り組んでおられる皆様に一人一人に改めて感謝を申し上げつつ開会のご挨拶といたします。どうぞ一日よろしくお願いいたします。ありがとうございました。先ほどご紹介しましたんですけれども、本日司会を担当させていただきます、スポーツコード営業担当の川口孝弘と申します。どうぞよろしくお願いします。
それでは早速、セッションに入りたいと思います。それでは準備をよろしくお願いします。おはようございます。So today I'm going to take you through unlocking your potential. 今日はアンロッキングやポテンシャルというテーマについてお話をします。The way to empower better performance. The way to empower better performance より良いパフォーマンスを開くためのその道筋についてというテーマです。What I'm going to cover today is my background. まず今日お話しする内容なんですけれども、まず私の経歴について、Our user group in Australia. オーストラリアの私がサポートしているユーザーグループについて、Learning from other sports in Australia. スポーツの関係についてですね。Learning from education in Australia. それから教育に関して、Hopefully create some thought. それから考え方を創造するというテーマについて、Traditional versus progressive. 今までのトラディショナルなやり方とそれから今の進んだやり方を比較しながら、Feedback structure. フィードバックの方法、やり Looking, 方、はい、looking bigger than next week. Consistent coding. 単に来週のゲームだけではなくてもっと広い視野で考える考え方です。 And then taking the next step. そして、次のステップに、進むための方策をご紹介します。My background. まず私の経歴についてお話しします。I worked at the Carlton Football Club Australian Rules Football for 5 years as performance analyst. 私はオーストラリアンルールフットボールのカールトンフットボールクラブというプロチームで5年間パフォーマンスアナリストの仕事をしていました。 The first 3 years at Carlton I used PC-based programs. でそのうちの最初の3年間は Windows PC をベースにしたシステムを使っていました。 I used such programs as Dartfish and Prowess. 例えばダートフィッシュであるとかプロエスであるとかそういったシステムです。I believe I started to become an analyst when I got exposed to using SportsCode. その後スポーツコードを使い始めて初めて私はアナリストというものになったというふうに感じています。 I used SportsCode for 2 years in this role at Carlton. カールトンで2年間スポーツコードを、使用しました。And since working at Carlton, the last 3 years I've been support manager in Australia. その後スポーツテックに移りましてオーストラリアのサポートマネージャーとして3年間仕事をしました。 And I'm currently national manager at Sportstec Australia. で現在はオーストラリア全体を統括するナショナルマネージャーとして、働いています。 Our user group in Australia. オーストラリアのユーザーグループについてご紹介します。 We have all 18 AFL teams. まずオーストラリアンルールのフットボールリーグのチーム全18チームがユーザーです。この後 AFL という言い方をします。 At Carlton, we were one of the last to switch from PC to SportsCode. 私のいたカールトンフットボールクラブというのは、中でもスポーツコードにスイッチするのが遅かったチームのうちの一つです。 I look after all A-League teams, including the Socceroos, the national Australian football team. それからオーストラリアのプロサッカーリーグ A リーグのチームですね。それからオーストラリアのサッカー代表チーム、これサッカールーっていうニックネームがあります。 Super Rugby teams such as the Melbourne Rebels. メルボルンレベルズといったスーパーラグビーのチーム。 I've also dealt with the All Blacks, ITM Cup and Super Rugby in New Zealand in the past. それからニュージーランドの代表チームオールブラックスですとか ITM カップに出るような地域代表のチームもサポートしています。 I deal with the NBL, National Basketball League in Australia, and the national team, the Boomers. それからプロバスケットボールの NBL リーグ、それから代表チーム、これはブーマーズという名前がついています。 The AIS, the Australian Institute of Sport. オーストラリアの国立スポーツ科学研究所 AIS。 And I also have some dealings with NBA and EPL teams. それから、アメリカの NBA のチームですとかイングランドのサッカーリーグプレミアリーグのチームなども遠隔でサポートをしています。 I deal with everyone from professional to amateur sports who are passionate about sport. まとめますと、とにかくプロフェッショナルレベルからアマチュアレベルまでとにかく真剣に取り組んでいる、情熱的に取り組んでいるチームをサポートしています。 I'm going to take you through learning from other sports and industries. まずはじめに、自分の専門
ではないスポーツですとか、それ以外の分野から学ぶということについてお話をします。Individual sports such as tennis, golf, and lawn bowls. 例えば個人競技ですね、テニスですとかゴルフですとか、それからオーストラリアのスポーツなんですけど、ローンボールという競技などの例をご紹介します。Education, talk about flip learning. それから教育の最近の傾向として、例えばフリップラーニング、反転授業というものについて。And talk about applying testing knowledge of your players. それから選手たちの知識を実際にテストしようということについて。So I'm going to take you through some tennis footage now. 少しテニスの映像をご覧に入れます。And looking at serve comparisons. サーブ2本の比較です。So this is an example of how Tennis Australia may use some SportsCode footage to look at serving technique. 例えば今オーストラリアのテニス協会がスポーツコードを使っているんですけど、例えばこういう使い方をしているという例です。Who can pick the first serve and the second serve? さあこの2つの映像を見て、どちらがファーストサーブでどちらがセカンドサーブかというのを、皆さんお分かりになるでしょうか。This one or this one? こちらとこちら。 That one? Yep. Looking at this this angle of video is quite good because you can see この角度からのビデオというのは such things as where Andy Murray is actually attacking the ball from. So we're looking at it from not a serving perspective, but actually where he's attacking the ball from. 対戦相手の向こう側にいるアンディ・マリーがどの位置に立っているかというのもこうやってはっきり見ることができますし、 But in this video, it's really hard to see why he missed his first serve versus his second serve. It's hard to see how he missed the first serve. なぜジョコビッチがファーストサーブを失敗したのかというのも、比較をして見ることで出てきます。If you use, who uses the overlay? Who uses this option? 例えばこのオーバーレイという機能を実際に使っていらっしゃる方っていう Has anyone used this? あまりいらっしゃらないですか？ Just think where you could apply this to your sport. I know I showed this to the Melbourne Rebels rugby team. 実際にメルボルンレベルというラグビーチームでは、この機能を使っています。 And they were checking line-out throws, why one worked versus the other one didn't. 例えばラインアウトのスローの比較ですね。この人はうまくできているけれどもこの人はできていない。 Speed of line-outs. ラインアウトのスピード。 Can you see why Djokovic missed his first serve? さあどうしてジョコビッチはファーストサーブをこれ失敗してるんだろうかということがこの比較から見て取れるでしょうか。 See his ball toss? It's just slightly lower. ジョコビッチのこのトスの高さ、ファーストサーブの方が少し低くなっていますよね。 He's had to chase that and then he's put that into the net. そしてその結果ネットに引っかかってしまっています。 It's also great to see where Andy Murray's standing. It's much better than side by side. で、もう一つ向こう側にいるアンディ・マリーの立っている位置についてもこうやって比べるとはっきりと分かります。 This workflow is in Game Breaker all the way to Elite. この方法機能というのはゲームブレーカーからエリートまで全て使うことができます。 I'll show you it quickly. 実際にやるところをお見せします。 So there's one serve versus second serve. Or let's look at Djokovic versus Murray. 1個目のサーブと2個目のサーブを今画面上に出しています。 I'm just going back 2 seconds. Windows overlay.
Oh, sorry. Yeah, yeah. はい、2つのサーブのシーンをインスタンスムービーを開いておいて、ウィンドウというメニューからオーバーレイ再生を選びます。See how the cameras are slightly moved? So that's why you get this line. カメラが若干動いていますので、こんな風にラインがずれてはいますけれども。But it's great to see how the serving techniques differ. So watch how Djokovic's back foot slides in. 2人のサーブのスタイルの違いというか技術の違いを見ることもできません。ジョコビッチの方が少し前に。Watch how Djokovic jumps off 2 feet and where he finishes versus Murray. でこの後サーブが終わって、ジャンプして前に出た位置がジョコビッチの方が前にいるというようなことも。We used to use this in kicking analysis as well at Carlton. Kicking, so goal kicking. カールトンではこのゴールキックの比較なんかをするときにも使っていました。今のラインもずらして実際は合わすことができます。Next, I'm going to show you the former greatest golfer in the world. そして次にゴルフの例をご覧に入れます。Oops. Now, this golf shot here, このゴルフのショットなんですが、 hole 1 versus hole 16. 右側が1番ホール、それから左側が16番ホールのティーショットです。You may think, why am I showing you golf when you're a team sport? But なぜゴルフをチームスポーツの皆さんにお見せしているのかと思うでしょうけれども、But it shows repetition and how important routine is. 同じルーティンをどんな場面でも繰り返すということが非常に大事だということをここで言いたいと思います。This is why Tiger Woods had such a good success rate in playoffs. どうしてタイガー・ウッズがいい成績を残すことができたかという。So hole 1, hole 16. Identical, does not to the millisecond. もう本当にミリセカンドの単位で全く同じルーティンで打ってることが分かると思います。So if he's that good in practice, it's going to transition into your pressure situation or match day or game day. 試合の日、ゲームデイのプレッシャーの中でも本当に同じプラクティスをきちんとできています。Brilliant to watch. Lawn bowls. Does anyone know what lawn bowls is? 次にローンボールという競技なんですけれども、誰か知ってる人いますか？ What? I don't know how to explain it either. It's どんな競技かっていうのはじゃあまた後でご説明。like 10 pin bowling, but 10本のピンのボーリングのような競技ですね。the ball's weighted so it bends to one side, so it bends. こんな風にボールが曲がったりとかする競技です。It's mainly played by elderly people, so they can keep involved in sport because it's low impact on the body. 非常に体に対する負荷が少ないので高齢者の方がやるスポーツ、です。So when I dealt with Lawn Bowls Australia, they actually taught me something. They taught me, like I learned from customers all the time. 私は本当に、お客様の言うことからいろんな学びがあるんですけれども、ある時、ローンボール協会の人から、相談を受けました。Lawn Bowls felt it really important to put match facts in. ローンボールにおいてはそのマッチファクト、その競技をする日の環境とで言いましょうか、そういうことがすごく大事なんです。So tracking success rate when it's raining versus sunny. So did we win in this sort of conditions versus this conditions? 雨の日と晴れた日ではどちらがの成績がいいだろうかとか。
Was the pitch poor, average, or good, fast? それからピッチ、芝生のコンディションですね。それが速いのか遅いのか、そういったこと。Where was the wind coming from? 風がどちらから吹いているのか。The speed of the actual, it's like a lawn bowler's term, but the speed of the pitch. そのピッチのその速さですよね。そう。And the actual length changes all the time with lawn bowls, so. こういったことの変化がすごく影響を与えます。All this data was going to everything they coded, so then they could recall that later on and analyze that data. こういった条件もすべてコーダを使ってコーディングをすることができます。コーディングをします。I'm going to take you through education now and flip learning, which is a new concept. それから教育におけるちょっと新しいコンセプトなんですけど、フリップラーニングということについてお話をします。This is a sample window used by an A-League team in Australia, the Melbourne Victory. これサッカーの A リーグのチームメルボルンビクトリーというチームの画面なんですけれども、 What flip learning is? フリップラーニングとは何でしょうかと。It's a new concept of pushing video and reports to players before meetings. ミーティングの前に選手に対して、ビデオとそれからリポートをあらかじめ配信しておきます。This allows players to form their own opinions of the upcoming meeting before and the video before they actually come into the meeting. そうすると、選手はミーティングに備えてあらかじめ自分の意見を、持っておくことができます。This gives players added responsibility and buy-in to your meetings. そういうことで、選手のミーティングに対する責任感ですとか関与の度合いというのもさらに大きくなります。And it allows you to maximize the meeting time, so to take players through questions they may have and through structures. そうするとミーティングのやり方というものも、質問に答えるということが、という形に変わってきますし、その選手たちがその、ストラクチャーに関わる、より関わるようになってきます。This can also be done to post meetings to reinforce a teaching or a message. 例えばこれが試合後のミーティングにおいてもっとメッセージを強めて伝えることにも生かすことができます。This is the Melbourne Football Club and AFL Football Club who are using it here, which is Sportstec player. これ、AFL のメルボルンというチームがスポーツテックプレイヤーを使ってミーティングをレビューをしているところですね。This flip learning concept comes from education and teaching. このフリップラーニング、日本語では反転授業と言ったりするんですけれども、教育の分野からやってきた、コンセプトです。Another new concept is testing actual players' knowledge. もう一つの新しい考え方として、選手たちの実際の知識をテストしようというコンセプトがあります。Traditionally, it was always done by paper. 今までは紙でやっていたようなテストが。Do your players consistently make the same errors? 例えばあなたのチームの選手はいつも同じ失敗を繰り返していませんか？ I know some of our players make the same mistake over and over. 私もチームプレイヤーとして同じミステイクを何度も繰り返した経験があります。How do you teach your players? じゃあそういう選手たちに対してどういう教え方をしているんでしょうか？Do the players learn the same way as others? どの選手も同じ学び方をしていたりはしませんか？We want to spend time training and during meetings, during pre-season. There's so much time spent educating players. シーズン前には非常に長い時間をトレーニングとかミーティングの時間にかけて、選手を教育しようとしますけれども、But how much time do you actually spend testing the player's knowledge? じゃあそれによって選手が実際にどれだけ知識を得られたかというのをテストすることっていうのはしているでしょうか？ It's like having a meeting now and you ask the same questions over and over again. So it's the same questions coming from one side of the room to the other. 例えばミーティングのたびに同じ質問がこの人からも出てきたりこの人からも出てきたりというようなことですね。Are they learning the same way? 同じことを何度も繰り返しているようなことが起きてないでしょうか。 This is a coda window here, which has a question and answer. これコーダのコードウィンドウの例なんですけれども、質問とそれに対する答えが出てくるようになっています。
I had it's actually my old AFL team, got 45 iCoder licenses so they could test players' knowledge. 私のクライアントである A リーグの、AFL のチームなんですけれども、この選手のために45ライセンスの iCoder を購入したチームがあります。I'll just show you a demo. ちょっとデモをご覧に入れます。Oops, just mirroring on. So, iCoder, iCoder を使います。Coder. で、コーダのフォームですね。This one's a basic example. 一つの例です。基本的な例です。You enter your name up the top. まずあそこに名前がありますね。名前をタップします。Then you click your question 1. で、クエスチョン1のところをタップすると、which asks you a question and then you have 4 possible answers. 質問とそれに対する4つの選択肢が出てきます。This could be an image of a line-out structure, another line-out structure, so you could have 4 possible play calls. 例えばあそこに4つのラインアウトのフォーメーションが出てきて、そのうちのどれがというような形にすることもできます。So you can go through and answer those questions in a set format. で、順番に答えたら次の問題に行きますから。At the end of that, you can either export it as an XML, so it imports directly into SportsCode. そして、終わったら XML ファイルに出力をして、それはスポーツコードにダイレクトに読み込むことができますので。But what a lot of people have been doing recently to gather data, they've been using CSV, so it imports straight to Microsoft Excel. Yeah, so CSV. で CSV ファイル、もし CSV ファイルに出力すれば、それまた Excel に読み込むこともできます。Not this side now. Oops, that's still going. So creating thought 考え方を想像する、ということについて。and challenging the norm. 今までの普通と考えられてたものに対してチャレンジをしていこうというところです。I'm going to take you through a standard week in Australian sport. まずはじめにオーストラリアのスポーツチームの、標準的な1週間についてご紹介します。From training to match day. トレーニングの日から試合の日までの流れです。This is a photo from Melbourne City A-League team. これ、A リーグチームのメルボルンシティの写真です。This is like a game simulation, but on a really small field, so more pressure. ゲーム形式の練習なんですけども、すごくグラウンド自体を狭く設定しておいて、よりプレッシャーのある環境でやっているところです。This is a typical weekly plan for an analyst. アナリストの典型的な1週間の図です。First thing you'll notice here is a lot of meetings. まず一目でもたくさんのミーティングがあるということに、お気づきだと思います。Usually there's meetings before meetings, just to collate correct data so we know what message we're sending to players. ミーティングのための準備のミーティングというものが、情報を収集し、メッセージを準備するためのミーティングというものがあります。So on a Monday morning, this is after a game from a weekend. 週末のゲームが終わって、月曜日の朝です。So first things first, you have a pre-review meeting. まずプレレビューミーティングというのを行います。And then you'll collate all the content for that meeting, so it's a nice, smooth presentation. でこのプレレビューミーティングというのはスタッフのミーティングなんですけども、それが終わった後に、実際ミーティングで使うための情報映像をまとめるためのコレートミーティングというものがあります。The review meeting would go for no longer than normally 15 minutes. 15. Yeah. そしてチーム全体でのレビューミーティングなんですけれども、普
通長くても15分程度。 But I've been in meetings where I've gone for 2 hours. 2 hours. I've been in meetings that have gone for 2 hours when you've had a bad loss. 非常に悪い負け方の後と2時間になったりすることもあるそうです。The problem with those sort of meetings, what are your players actually taking away from those meetings? What are they learning? What's the message? でこのメッセージというのは何を伝えるべきかというのが大事です。After we'd have our review meeting, we would then go out for training and film training. そしてこのミーティングの後練習に入るわけですけれども、その練習もきちんと撮影をします。You'd then have line meetings, so opposition, like defenders, forwards, mids meetings. そしてこの練習の時にもラインミーティングというそのポジションごとに分かれたミーティングというのを行います。And then individual reviews, so individual player reviews. さらに個々の選手に対してのレビューというのも行います。On Tuesday morning, if you've got anything outstanding that hasn't been covered from Monday, you then have a final review. そして月曜日の朝にもう一度月曜日の内容、火曜日の朝にですね、もう一度月曜日の内容を、きちんと復習するためのファイナルレビューを行います。And then you'd move focus from last week to next week. そしてここで、選手の振り返りは終わりで次の週への準備に入ります。Once again, you'd go out and you'd have training, you'd film training, so if you needed to review anything from training. そしてまた練習の撮影を行い、その撮影をしながらまたレビューをするという流れになっています。There'd possibly be a post-game review. This doesn't happen so much in season because there's usually match footage that we're reviewing. ですから練習の後のレビューというのも行います。シーズン中はあまり行わないこともあるんですけれども。From there, you'd be then databasing and labeling footage from the last 5 weeks of our upcoming opponent. そしてさらにアナリストの仕事としては次に対戦する相手の過去5試合のゲームのビデオに、ラベルをつけていったりデータベース化するという作業を行います。Then you'd prepare reports for the coaches for the next day. そしてコーチたちのためのレポートを準備します。Wednesday morning, pre-oppo meeting, so pre-opposition meeting. そして水曜日の朝、プレオポジションミーティングというのを行います。We as analysts would present to the coaches our findings that we've found from this process. ここではアナリストたちがコーチに対してその、対戦相手の分析をした結果というのを話します。You then refine that information and run the opposition meeting for your players. そして選手たちとのオポジションミーティングに備えて、さらに情報を整理するミーティング、コレクトミーティングを行います。Usually the Wednesday session, once again, the training, we'd film training, that would be the hardest session of the week because it's in the middle of the week. そしてまた練習なんですけれども、ここ週の半ばでここが一番激しいトレーニングになります。当然これも撮影をします。You'd average 35 to 40 minutes of training. 35分から40分ぐらいのここはトレーニングです。You'd then have walkthroughs, so you'd walk through your strategy for the next week. それから次の試合に備えてのウォークスルー、試合形式の投資練習のようなものですね。No impact on the body, because you're not actually, it's not physical. It's a great way of actually visualizing structures and setups. ここは激しいボディコンタクトというのはなくて、ストラクチャーですね、戦術面の確認をきちんとするというのが目的になります。Thursday, I'd usually try and get a hit of golf in around this time of morning. 木曜日が休みで朝のうちにゴルフをやったりします。And then in the afternoon, analysts and coaches would work from home, preparing footage for the next day. そして午後は家に帰って翌週の次のゲームに備えての仕事をアナリストはやります。Once again, you'd have a pre-team meeting. 金曜日の朝、まずプレミーティングというのを行います。We'd have individual videos, so we may push videos of an opponent to particular players that they may play on that week. そして、ここの、次の試合のですね、ここに対策すべき選手のビデオというものを用意します。Then we'd go through the game plan and structures for the next day's match. そしてゲーム前日ですので、ゲームプランですとかそのゲームの戦術についてのまとめをします。Usually there'd be very few but clear messages. ここでは
伝えるべきことというのはすごく少ないんですけども、それをできるだけクリアなはっきりしたメッセージで伝えることに主眼が置かれます。I know that was refined a lot from my coach when I started. Lots and lots of messages. Players would have a headache by the time they go out to train. 私が働き始めた時のヘッドコーチはものすごくたくさんのメッセージを伝えようとしたので、ミーティング後に結局頭の中に何も残ってないというようなことがあったりしました。You then have a very light training session, so that might be 9 minutes of training. そしてこの日のトレーニングセッションというのはもう非常に軽くて、9分ぐらいで終わったりするそうです。Very free flowing and no body contact training the day before a game. コンタクトなしでやります。Once again, you'd have walkthroughs if there was anything you need to talk about. もう一度ウォークする実践形式の練習をやります。And then you'd have individual preparation for match. So, tradition at my club, we'd all have tomato soup on a Friday before a game. そして、ゲームへの準備のルーティンをやるんですけれども、私のチームは必ずここでトマトスープを全員が飲むということをやっていました。Saturday, so game day. そして土曜日が試合の日です。Coach's box took about 3 hours to set up. 我々はコーチボックスに3時間前にセッティングが終わるようにしていました。You'll see why later. And once again, you'd have a really short pre-match meeting reinforcing the messages from earlier in the week. そして試合前のごくごく短いミーティングですね。もう一度メッセージを確認するというミーティングをやります。So who's playing on who, etc. So you're 誰が誰をマークするかとかそういったようなことです。The match is the easy bit. All you got to do is win. Or the match is the easy bit. All you've got to do is win. Post-game review. So the coaches run like a quick post-game review. We'd find that they wouldn't try and give too many messages in this stage because it's sort of in the heat of the moment and they haven't had enough time to review and go through the right processes. ゲーム後のプレビューですけれども、ここは時間もありませんので、短くやります。Pack down is about 45 minutes. それから片付けを45分以内にやらなくてはなりません。While this pack down is happening, we're copying the game to 7 coaches' laptops with 3 video angles. そしてこの後にコーチたちのラップトップコンピューター、うちの場合は7人いたんですけれども、その7人のラップトップに3方向からのアングルのビデオをコピーして持たせて帰ります。On Sunday there'd be player recovery. 日曜日の朝は選手はリカバリーに専念します。This is analyst day off, sort of. But この日やっとアナリストは休みになります。But we'd still review the game. しかし今、このゲームのレビューも始めなくてはなりません。And the players may get the video. It depends which team. Some teams would love it, some teams wouldn't use it. チームによりますけれども、この日曜日に選手にビデオを配布するチームもあります。They'd be more like pushing 5 clips that are going to be shown in the next day's team meeting. 次の日のチームミーティングを備えて、じゃあ5つのクリップを選んで配信しておくということをやったりします。So training. さて練習について。Would be live coding at training. トレーニング中のライブコーディングを行います。Measuring players' efficiencies. それは選手が効率的にというか効果的にプレーができているかということを評価するためにやります。Are they using the ball well? Are they running well? Are they ボールをうまく使えているか、うまく走れているか、そういうことですね。Do they look tired or sore? And then from there we'd go into you'd have mid-training reviews potentially. で、練習の途中のレビューということもやります。So you may go off to the side of your field and watch some video. サイドラインのところへ来て、そこでビデオを見せたりということですね。And then post-training, you'd push all the training vision to the coaches. それからトレーニング練習中に撮影したビデオをコーチたちに配信しておくということもやります。This is an example of a telescopic portable pole. これ非常に背の高い三脚の写真なんですけども。Melbourne Football Club use this. It's remote controlled. これリモートコントロールでできます。メルボルンフットボールクラブが使っているものです。Pre-game, how can you influence the result?
試合前の準備についてお話しします。どうやればゲームの結果についていい影響を与えることができるかと。You'll see these later in the presentation. I'll show you those. この右側の図についてはまた後ほど説明します。So pre-game, common practice. So match previews, forward scouting. ゲーム前にやる一般的な手順ですけれども、試合のプレビューですとか対戦相手のスカウティング。You'd also do oppo reporting and review stats. からスタッツ、統計的な数値をレビューしたり。These three things are probably the biggest aspects of my job as an analyst. そして私がアナリストとしてのすごく大事な仕事は3つだったんですけれども。So databasing, labeling, and reporting allow you to be a good analyst. スポーツコードを使ってデータベースを作りラベルをつけ、それからレポートを出力するという作業です。Before I had SportsCode, you'd be relying too much on stats rather than this applying your own stats or your own match fact. スポーツコードを使う前というのは、この後ろのデータベース等々はできなかったので、スタッツの部分に非常に多くの比重が置かれていました。Now, analysts are involved in match committee, so decision makers. それから今ではアナリスト、マッチコミッティというミーティングにも関わります。これゲームの準備のための誰を出すかとかどういう戦略でいこうかというミーティングですけれども、そこにも関わるようになっています。And more just giving coaches feedback if they request it and if they've got any questions about certain aspects of the game. いろんなゲームの要素に関して、コーチたちと質問をしたり、質問したり答えたりということをやります。And meetings. あとはひたすらミーティングが続くというゲーム前です。Pre-match traditional. ゲーム前の準備に関して、これはどちらかといえば古いタイプのものなんですけれども。Always lots and lots of data. 非常にたくさんのデータ数値があることがわかると思います。But you've got to filter through this junk and find the applicable areas. 大事なことは、こんなたくさんのデータですね、ジャンクのようなものもありますけど、そこからフィルターをかけていくということが大事です。Pre-match progressive, simplifying all that data into what coaches want to see. それ今ではこのフィルターをかけて本当にコーチが見たいものだけをまとめるこういうリポートにまとめています。And creating interactive reports for coaches. コーチがインタラクティブに使えるリポートです。This is how a coach would take the game home with 3 or 4 stacks. コーチが自宅に持って帰るビデオの例なんですけど、3アングル、4つのアングルをスタックしています。This would be like a GPS tracking film. 右下はGPS から出力されたのゲームのトラッキングのアニメーションですね。This is all provided by a stats provider called Champion Data, a lot of this information. このスポーツコードの行にある項目というのはスタッツプロバイダーのチャンピオンデータという会社から供給されるものです。But we'd end up taking out probably 10% of this data and using it. おそらく大体ここにあるものの 10% ぐらいしか使わないんですけれども。For example, we would database the last 5 weeks of all rebound 50s. 例えばその中から、最近5試合の、50メートル以内のリバウンドに関してという、データベースを作ったりします。What a rebound 50 is when you're exiting your defensive 50, your area. この50メートルから50メートルラインから自陣に近い方でのディフェンスがどうだったか。That's where your attack and all your scoring's done from. ここでのアタックですとか、得点を取られたというところ。It's a little hard to see, but we'd look at, is it a short kick versus a long kick? 例えばショートキックとロングキックの比較をしたりです。A Hawthorn going left or right or middle corridor? そこから左から相手が蹴ってきたのか、右から蹴ってきたのか、真ん中から来たのか。What type of kick? Do they kick it here and then across, or how do they move the ball? またキックのやり方ですね。クロスに蹴ってきたのか、また別の蹴り方をしてきたのか。We'd also have aspects of how we judged the success. Was it a win? Was it a loss? A win was if you got it from here all the way to your attacking area.
そしてそれに対してディフェンスが成功したのかどうなのか、例えば、相手のエリアまで蹴り返すことができたのであれば成功ですし、and a loss would be if the opposition regained possession of the ball. If the opposition get the ball back, that's a loss, you lose. でボールを取り返したのかというようなことも、チェックします。I'd also go through and see there's 180 clips here, and instead of the coach having to watch all 180, I'd go through and click a button, hitting watch if I see some consistencies. そして大体180ぐらいのクリップがあるんですけれども、これをコーチが見ながら、コーディングをします。From this label window, これラベルだけのウィンドウなんですけれども、and database, you would end up getting a window like this. ここで、このデータベースからこういったウィンドウに出力をします。So you can see how Hawthorn are very heavy users of the left-hand side of the ground. 相手はグラウンドの左のサイドから、非常に攻撃をしてきているということがこれで分かります。They have, you can come in here and you see up here left versus right. 左と右と数字で比較すると、I can click on that number and watch the video. でここにある左のところの数字をクリックすると関連したビデオが出てきます。You can also see kick types of what sort of kicks were used. どんなタイプのキックを使ったかというのはこの左上のエリアのところ。Success rate of those kicks as well. どんなキックが成功しているかという。And yeah, had a breakdown of all the different patterns and movements of how they use the ball. Movement, how different kick types. で左下のところがそのキックのタイプごとに分かれて集計をしています。If the coach didn't want to watch all these clips, they could come down here and watch 30 clips or however many you clicked. でこの中でそのコーチが見たいというふうに選んだクリップが一番下のところのコーチクリップというボタンにあります。And then you can also see who the players that are involved in all those kicks. That's filtered by champion data. この右下にあるところはどの選手が何回キックをしているかというところ、ここはチャンピオンデータのデータから読み込んでいるものです。This is tracking ball movement. これはボールの動きをトラッキングしよう、追いかけようという、ラベルです。And using label mode. ラベルモードを使って行います。So what we wanted to do was find when kicks came from here and landed here or here to here. 例えばここからキックを蹴ってきてここに落ちた、ここからここへボールが飛んできたとか。If I click any of these areas here, it automatically activates right entries. ただこのフィールド上のどっかをクリックすると、リンクをしていて、50メーターのところというラベルがクリックされます。It also lets you know how far out are they kicking it from. So from this area and back, it was 80 meters plus. 例えば真ん中のところから後ろで蹴れば、80メーターより遠いところからというラベルが、一緒にクリックされます。So with one click, you're getting 3 types of data. そうすると、1つクリックをすると3つぐらいのデータが一度に入力されます。Presenting your data. So from that window, you can then make an output report. これ、そしてこれがアウトプットリポートのウィンドウです。I'll actually show you this working. 実際にどんな風に動かすかというのをご覧に入れます。Let's pull that across. So I can then come in here and filter by right entries. 例えば右側から蹴ってきたボールがどこに落ちたかという。Left entries. 左から蹴ってきた時の落ちた位置。Straight away you can see where they like to kick it to. They've got go-to spots. そしてどこに落ちた位置というのがあのようにスポットされます。As a coach, I can then come in here and click on that, and it's open up on this window. But そして赤い位置、ここに落ちたというのをクリックすれば、その位置に落ちた時のビデオが出てきます。So this is Hawthorn Football Club. They won the premiership last year in Australia. 去年のプレミアシップの映像です。There's all that extra information there. ラベルに入っている情報を表示できます。
Okay. From this, you can also find some of their game structures. So if I click 80 plus, you can see if they're kicking from here, they don't like to kick to this area here at all. 80プラスというボタンを押すと、80メートル遠いところから蹴ってきたキックがどこに落ちたかというのがこのように表示されます。Teams that kick to this area and lose possession, it's easy to score against because you've got all this. It's the closest way to goal. ちょっと戦術的なことは分かりにくいんですけど、真ん中のあたりに落ちてきたボールをターンオーバーしてこう攻め込んだとか、そういったことだと思います。Once again, you can see those kicks that they use there, and you click on those and watch those. またこれも特定のグラウンドの位置をクリックすれば、そこに落ちたボールに対するディフェンスを見ることができます。Okay. And that's all driven by the information that you've labelled into all these inside 50s. Inside the 50? Yeah, this is it's all been driven by the labels that you put inside your database. 50メートル以内というところの、というデータベースにいろいろと入れてある情報から、引き出したものです。Pre and post match presenting your data. それから試合前、試合後のデータの見せ方についてご説明します。Who uses the organizer in this room? ムービーオーガナイザーを使っていらっしゃる方はどれぐらいいますか？ Yep, great. Who uses the sorter window in this room? ソーターウィンドウを使ったことある方？ Anyone? Just one. I got taught how to use this window, so I use this window a lot more than this one. 私の場合はソーターウィンドウの方をムービーオーガナイザーで使うことが多いです。But they've both got positives. どちらもでもしかし使いやすいものです。Pre and post match presentation options. プレゼンテーションをするオプションとして、So movie organizer allows you to rearrange clips quickly and easily. ムービーオーガナイザーの長所というのはムービークリップを簡単に、それから素早く並び替えをすることができます。Allows you to edit instances really quickly. それからインスタンスの長さを変更するというのも素早くできます。Also add instance notes very quickly. インスタンスにノートですね、テキスト情報を加えることも簡単に行うことができます。Drawing's a lot easier in version 10 with splitting instances for drawing. それからバージョン10からはインスタンスを分割してそこに書き込みをした静止画を挟むということも簡単にできるようになりました。You can add title slides, adjust playback speed. タイトルスライドを間に挟んだりとか再生の速度を変更するということもできます。And obviously database from your movie organizer as well. ムービーオーガナイザーからデータベースへの出力ももちろん可能です。The sorter window does everything the organizer does, plus some more. ソーターウィンドウというのはムービーオーガナイザーでできることは全てできます。You can easily filter your data. それから並び替えというのができます。Or sort. ソートですね。The beauty of the sorter window, it allows you to synchronize any changes you make in your presentation back to your timeline. ソーターウィンドウの一つ違う点としては、ソーターウィンドウの中で行った変更というのはもう一回タイムラインに書き戻すことができます。My coach personally loved it because you're able to add notes really easily in your sorter window. 私のコーチはすごくソーターウィンドウが好きだったんですけれども、それはテキストを簡単にインスタンスに書いていくことが分かりやすくできるからです。And my coach had also loved the fact you could just print out your notes for each of your clips in one page. それから、それぞれのクリップに入っている、ノートっていうのを一覧の形でプリントすることができるので、それも私のコーチがこの機能を好きだった理由です。In game, how can you influence the result? それでは次にゲーム中のことについてお話しします。どのように結果に対していい影響を与えるかということです。This guy has since been sacked. He didn't influence too many results in the positive way, unfortunately. He no longer works at this club because he was not a good coach. No good coach? Not a good coach.
彼はあまりいいコーチではなかったらしいんですけれども、Match day setup and planning. まず試合の日のセッティング計画ですね。So this is actually the Melbourne Rebels match box that they take to every game. これは実際にメルボルンレベルズが試合の日に持っていく、マッチボックスなんです。So they've got their black magic devices, ブラックマジックのデバイスが入っていたり、Apple Intensity Extremes, Apple のエクストリームが入っていたり、 all their Macs, Mac がこう並んで入れてあります。プロジェクターも入れてあります。all the cables needed. 必要なケーブルのすべてを収めています。And one of the most important things as an analyst, tape. Tape, as in tape to tape stuff down. テープ、はい、こういった床に貼るようなテープなんかもちゃんと入れてあるんです。I know I've had coaches trip over stuff, pull out cables. Yeah, no good. コーチがケーブル蹴っ飛ばしたりするわけですね。And I'll take you through this window. This is a coach's box that I set up in Adelaide when I worked for Carlton. この右側の写真がカールトンで働いていた時のコーチズボックスの様子です。This is the stats box next to the coach's box. So this is the coach's box just here. でコーチボックスはこちらにあって、その隣にスタティシャンズボックス、スタッツボックスというのもあるんです。We would have this machine capturing behind the goals video angle, like end on. 左側の、コンピューターはゴール裏からの映像をキャプチャーしています。Down the front, you'd be capturing the broadcast angle, so TV feed. で、前にある、Mac は放送の映像ですね。ブロードキャスト、放送局から供給される放送用の映像をキャプチャーしています。We would have our statisticians taking match fact. で、ここで、スタティスティシャンという担当の人が、いわゆる、ゲームの数字をカウントしています。All of this data filtered into the coach's box through そして、ここで入力されたものというのはコーチの、スポーツコードの方にもコミュニケーションウィンドウを使って、飛びます。We had one guy coding, looking at his machine, and one guy calling the play. 一人の人はコンピューターの画面を見ながらコーディング、もう一人はグラウンドを見ながらコーディングということを行っています。Here's the coach's box, so it's made for the review and decision making side of things. で、こちらコーチボックスなんですけど、ここは実際にコーチが映像を見て実際の判断をしという役割があります。This would be my seat. I'd sit right here. 私が座っていたのはこの席なんですが、the other analyst would sit here looking after the champion data statistics. もう一人のアナリストが私の左側に座っていてスタッツをチェックしていました。He'd print out any stats reports for the breaks. 相手のブレイクの時間のためにスタッツリポートをプリントするというようなことをやっていました。I was able to code match facts that or KPIs that we went into that game with, like our strategy. 私はここでコーディングをしていたんですけども、それはスタッツボックスにいる人とは違ってもっとパフォーマンスを評価する KPI ですとか、その戦術に関わるようなことを私の方はコーディングをしています。If a coach requested me to replay video for them, I could replay it up there and down here. もし、コーチからビデオを見たいというリクエストが来たら、私のラップトップで再生をしたものが、上のモニターなんかに表示されるようになっています。We'd also have two coaches here, one here and one here. で、左前には2人のコーチが座っています。They could also replay video themselves at the front. もちろん自分自身でビデオを再生して見ることができます。And exactly the same over the other side. この右側にも2人のコーチが座っています。This screen here is done for player readiness. でこちらのスクリーン、緑色の、ものが表示されている方のスクリーンはプレイヤー、選手たちのレディネス、準備状態を見るためのものです。And monitor interchanges, so you get up to 120 interchanges in AFL football. 主に選手交代の回数ですね。これも1試合の間に120回ぐらいの選手交代があります。My head coach would sit up here, but towards the end of the quarters, he'd always go down to the bench. ヘッドコーチはインカムを使ってベンチに指示を送ることもあります。We had a MacBook Pro down on the bench that mirrored exactly what was seen on my machine, so if the coach requested anything, I could show him. でベンチにも Mac がありまして、それネットワークでつながっていますので、ヘッドコーチのリクエストに合わせて、ベンチの Mac に対して情報を送ってやるということもやります。
When I started in 2006 at Carlton Football Club, there was only this guy here. 2006年カールトンに入った頃にはこの左側のものしかありませんでした。So you can see how much it grew in. When we got SportsCode, it grew massively in 2 years. スポーツコードを導入してからの2年間は本当にこのシステムが拡大しました。Everyone up here has access to speak to the bench via headsets and phones. で全てのコーチがベンチに対してヘッドセットで、アクセスができるようになっています。A new concept is paperless stats in game. それから最近の新しい傾向として紙を使わないフィードバックのスタイルです。So making output reports with video attached. まずスポーツコードのアウトプットリポートから出力したスタッツ、それからここを押せばビデオが出るというそのボタンですね。And copied straight to Sportstec player. そしてスポーツテックプレイヤーにそのままコピーができます。Some teams also just export player timeline rows and instances using this option up here. またこういうふうにタイムラインの行の形で出力するチームもあります。And they're able to present not only on an iPad but on a projector using Sportstec player. スポーツテックプレイヤーを使って iPad の上で見るだけではなくて、プロジェクターを使って見せるということもやります。Who, as an analyst, has had to unplug their Mac and run down and show video at half time? ハーフタイムにラップトップを外してベンチに持って行って見せているっていうようなことをやってるチームってありますか？ No? ないですね。There's nothing worse than trying getting back up to the box in time and plugging everything back in for the second half. Using an iPad allows you to copy stuff across and just take the iPad now. 外して持っているとまた後半の始まってくる時に持って帰ってつなぎ直してっていう、作業が必要になりますけれども、iPad で持っていけばそういった煩わしさはなくなります。New age coaches informed decision making. でこれは最近のコーチたちのスタイルですけれども、何か重要な決断をするときにきちんと情報を得てそれをもとに判断をするというスタイルです。Instead of just being coaches that coach with gut feel, they're making calls backed by evidence now with analysts. コーチのその直感といいますか、自分のコーチの直感での判断ではなくてきちんとエビデンス、根拠に基づいた判断をするということです。This is an AFL coach's box. これ AFL のコーチボックスです。That's the Chiefs coach's box. これはラグビーのチーフスですね。And that's the head coach of the Hawthorn Football Club. Hawthorn Football Club. Hawthorn Football Club という AFL のチームのヘッドコーチ。They won the premiership last year, so he's taking stats out on his iPad. 去年のプレミアシップの優勝チームなんですけども、こうやって iPad でスタッツを見ています。Post-game review. 試合後のレビューについて。All coaches would take home 3 or 4 video angles. すべてのコーチが3方向のアングルないしは4方向時には持って帰ります。This is a code window that a coach may use to analyze the game. この右側にあるコードウィンドウはコーチがゲームを分析するために使うコードウィンドウです。A lot of teams now, analysts are giving these to coaches, so they can be consistent in what they're coding as coaches. ほとんどのチームでアナリストがこのコードウィンドウを作ってコーチたちに配ります。ですので、共通した一貫したコーディングができるようになっています。Post game. 試合後のフィードバックの仕方です。Yeah, all coaches, as I said, take a copy of the game home stacked. 先ほど言ったように全てのコーチがスタック並行再生にしたゲームのビデオを持って帰ります。This is how coaches used to do it when I just started at Carlton. This is how our coaches used to just take notes on video. これは昔ですね。紙にいろいろノートで書き込んでいるところです。I had one coach who would have notes like this, and I'd have to fast forward and rewind a DVD. 私が一緒に働いたコーチの中にはこうやって
ノートに書くと、そして DVD の早送りと巻き戻しでやっていたコーチもいました。That was in 2006 before we got SportsCode. スポーツコードを使う前、2006年頃の話なんですけれども。Yeah, every coach, besides one AFL coach in the whole competition, takes the game home and analyses the game or reviews the game. Every coach takes it. そして全てのコーチが自分の担当しているゲームの部分についてコーディングをやります。They prepare a post-game review for players, and everyone has a set role where if I'm a defensive coach, I focus on the defenders. 例えばディフェンスのコーチであればディフェンスにフォーカスしますし、そういうふうに選手たちのグループに合わせたレビューを用意します。それぞれのコーチが用意します。Too many times as a support guy, I go around and see all coaches coding the whole game, so everyone's doing the same job over and over again, wasting time. So I see a lot in the support role, working with teams. Coaches will code the same thing and waste time. 例えば私が IT のサポート担当者だとして、もし複数のコーチが同じその担当分けがちゃんとできてなくて同じことをやってしまったとしたら、本当にそれは時間の無駄になってしまいます。So coaches would prepare presentations for their defenders or forwards. そして、選手たちのグループですね、ディフェンス、オフェンスに分かれたプレゼンテーションを用意します。And while doing that, they'd also be preparing for individual reviews. それからさらに個々の選手に対してのレビューも用意をします。And if you have the right code window, that should cater for all three meetings. If you have the right code window, that should work for. You should code it once, and it should. You should have all the edits to your whole reviews. きちんとしたというか、コードウィンドウを用意しておけば1回やるだけで全てのことが用意できます。And this message here, consistency is the key. 大事なメッセージというのは常に一貫したコーディングをすることがキーになります。That'll mean a little bit more going forward. Creating thought. So I'm just going to talk about some ideas, and hopefully you get some ideas out of this next section. それから考え方を想像するということについて。Wouldn't it be great if you had coaches that could find any clips from previous games quickly? もしですね、あなたのコーチたちが、過去の試合のクリップの中から必要なものをすぐに簡単に探し出すことができたら、それはすごくいいことじゃないでしょうか。Wouldn't it be great if coaches actually got in the habit of backing up their own data or games? そしてコーチたちが自分の作ったデータをきちんとバックアップするっていう習慣を持ってくれていたら、それはあなたにとってすごくいいことではないでしょうか。It seems like a dream and unrealistic, but hopefully this next method will show you that it's achievable. Yeah. Wouldn't it be great if analysts could do what they're actually paid to do and analyze match fact? そして、このような煩わしいことにこのようなことに煩わされることなく、アナリストとしての本来の仕事、試合の分析をするということに、集中できたら、それはどんなにいいことではないでしょうか。I know as an analyst, I had been an IT support guy and a presentation guy for coaches in the past. 過去にはそのコーチのための、IT のサポートをする担当、それからプレゼンテーションのサポートをする担当、それだけの担当なんていうのがいたこともあります。I've got a problem with iTunes. Can you help me out? iTunes の使い方がわからないんだけど教えてくれよっていうことにも対応しなければいけませんでした。Common mistakes. よくある間違いというか失敗なんですけども。So this may be a method that you can take back to your coaching group if you're a coach. Maybe implement at your club. This may be an idea that they can use at their sporting club. Hopefully. スポーツクラブで働いてると仕事している時に起こりがちなことです。A lot of coaches code only for this week or last week. コーチたちが今週のゲーム、それから先週終わったばかりのゲームをコードをすることだけに集中しちゃっているということ。No long-term structure to their review process, so they change from week to week. それからレビューというのを一貫させようという気がなく、そういう長期的な視野にかけていると
っていうようなこと。 They can't find clips from previous games quickly and easily. それから前のゲームからそのクリップを探すのに簡単に探すことやすぐ探すことができなくなっちゃっている。 And they're very good at losing data and match files. さらにはデータをなくしてしまったり試合のビデオファイルをなくしちゃったりなんていうことだって起きます。 It's often an afterthought for coaches to back up their games and data. で往々にしてコーチにとってバックアップ取っておけばよかったっていうのは大体後の祭りになっちゃうことが多いです。 Consistent coding and keeping it simple. でそういったことに対する対策として、コーディングをシンプルにするという方法が一つあります。 Since going from Carlton Football Club to SportsCode, Sportstec as the support guy, カールトンフットボールクラブから、スポーツテックのサポートに移ったときに、 I'm able to gather ideas from many different sports and teams and hopefully give you a good workflow. いろんなスポーツの人たちから学ぶことができました。その中で一つ、これはいいと思うワークフローをご紹介します。 I came up with this concept the second year I started working at Sportstec, and then got flown to Vegas to present on this on this workflow. You present? Yeah, on this. スポーツテックに入って2年目に、この方法を考えたんですけれども、ラスベガスでのグローバルカンファレンスでこの発表をしたこともあります。 It's actually quite simple. As a coach, who uses instance notes? インスタンスノートをお使いの方って言います。Yep. Some people. Who uses labeling? Who uses labels? Label mode? Label. Yeah, even labeling when you're in code mode. ラベルをお使いの方っていう。はい。Yep. The more labels you use, the better. たくさんの、ラベルをたくさん使った方がベターだと思います。 You can count labels, you can't count notes. ラベルをカウントしたりノートをカウントしたりという。 They'll show up in your matrix, and yeah, you can make output reports from them. そこからマトリックスを作ったりレポートを作ったりする上でもです。 So this window has one code button, all the rest are label buttons. このコードウィンドウにはコードボタンは1つしかありません。残りは全てラベルです。 Consistent coach coding. つまりコーチがやるコーディングというのを一貫させようということなんですが、1つのコードボタンしかありませんからできる行は1行です。 Using one code button creates one long row. 1つのコードボタンだけですから、1本の長い行ができます。 Use multiple labels to add value to your instances. そしてそのインスタンスに価値というか意味を加えていくための複数のラベルを使います。 Also use label grouping. そしてラベルのグループ化というのもきちんとやっておきます。 Always try and do the majority of your work in your timeline, as it's always backing up. そしてタイムラインをきちんと作ることに時間をそれから労力を集中しなさい。つまりタイムラインというのは常にバックアップが取られています。 And one row means it's easy to back up and database. そして1行しかないということはそこからデータベースを作る上でもすごく簡単にできます。 So databasing. そこからデータベースを作るという過程です。 Start a coach's database, say season 2015. So, yeah. そしてそれぞれのコーチのデータベースを作ることを始めます。 And after each game, you database your one row. ゲームが終わるたびにその1行をですねデータベース化していきます。 And then you rename that row to what match data, so round it is and who you played. コードするときはそのコーチの名前であったりコーチっていう名前だったんですけれども、ゲームのラウンドと対戦相手の名前にその行の名前を変えます。 And you database weekly. そして週ごとゲームが終わるごとにデータベースに追加をしていきます。 Advantages. こういうふうにデータベース化していくことの利点なんですけども、 So this is my matrix here. I've actually just swapped the axes. これはデータベースをマトリックスにして軸の変換で、コードの方が上に来るようにしています。 Across the top, I've got all the rounds, round 1, 2, 3, 4, 5.
こうやって横に見ていくと、その第1節からの順番、第1節から順番に並びます。Who we played in each of those rounds? そのラウンドごとにどこと対戦したかというのもこう一目で分かります。And then in here I can then see quickly and easily all my breakdown. So my style of play clips are very easy to find from all the year. そしてブレイクダウンのスタイルがどうだったかというのもこうして横に見ていけばすぐに簡単に比較することができます。And if you're used to using the matrix, you can go, okay, I want number 3 and structure. So you can add two labels together to filter. 例えば、3番の選手のストラクチャーがどうだったかというのはこうラベルを組み合わせてフィルターしなくてはいけません。It's such an easy search tool. It's a really easy search すれ tool. ばできます。はい。ですごくサーチをすることが簡単にできるようになります。 It's very clear. それから一目で明快です。 It's consistent. で常に一貫しています。どのコーチを比較しても。 Storage is easy for both analyst and coach. コーチにとってもアナリストにとっても保存をしていくこともすごく楽になります。 So when you're backing up your coach's machines, you just grab the database. 仮にコーチのマシンのデータをバックアップしなければいけなくなった時もこのデータベース一つをバックアップしておけば済みます。 You don't have to open multiple games to search upon multiple games to find clips. 複数のゲームのデータを比較したい時も一つのタイムラインを開いただけで済みます。 So taking the next step. さて次に、ここからもう一歩進めるためにというお話です。 Start setting goals. まずは目指すところゴールをはっきりと決めなくてはなりません。 Start small, and that window will grow. ですけれども最初はできるだけシンプルなところから始めて、だんだんこれを育てていくという方がいいです。 Consistency is the key. 何度も言いますが一貫していることというのが鍵になります。 Your entire coaching group should use the same template. そしてコーチたちに、同じテンプレートを使わせること。 Now, some coaches may be scrum coaches, some coaches may be line-out coaches. Use button renames for your labels. Yeah. あるコーチはスクラム担当、あるコーチはラインアウト担当だったとしてもリネームの機能なんかをうまく使って。 That'll keep all the text the same, so you don't have errors when bringing data together. で、すぐとラベルはこう一致しているようにしておけば、データを一緒にするときに楽です。 And also set a file structure which your coaches use early in the pre-season, so they get used to using it for the whole season. そしてシーズン前のできるだけ早い時期に、ファイルの構造なんかをこうしていくよということをコーチたちに対してきちんと説明しておくこと。 iCoder. So I'm going to take you through the iCoder activation and thinking outside the square. 少し今までの思考から一歩踏み出したその iCoder のサンプルです。 Who uses Coder or iCoder in the room? コーダーや iCoder をお使いの方はどれぐらいいますか？ Good, good. Hopefully you like what I show you. I'll show you this window in a second, but last week we released an update with Coder, so you can take in notes. 先週リリースしたコーダの最新のアップデートでは、コードボタンの中にテキストを入力することができます。 And if you're using Siri, you can actually talk into the notes and it'll take Siri を dictation. 使っていれば話をして、ノートを入れることもできる。And using containers now allows you to use more than just your phone screen. It's endless. それからコンテナという機能を使えばこの狭い画面の中でも結果を表示することができるようになります。 So I go to Coder. 実際にお見せします。 Here's a netball window. これネットボールという競技のウィンドウなんですが、 I made this for the netball manager. The netball manager. ネットボールのマネージャーのためのウィンドウです。 They wanted a window that people couldn't make mistakes with.
コーディングするときによくミスを起こすんですけれども、here are a number of stats which give them some live feedback. で右側にあるのはその試合中にフィードバックをするためのスタッツの画面です。And this workflow can apply to any sport. このワークフローというのはどんなスポーツにでも応用ができると思います。In netball, possession can only start two ways. Either you have the ball or your opponent has the ball. ポゼッション、ネットボールでポゼッションというのがあります。こちらがボールを持っているか向こうが持っているかという。So if I click Firebirds send a pass, まず自分チームのポゼッション、 what was the result? そのポゼッションがどうやって始まったのかという。 Was it a shot or a turnover? シュートかターンオーバーか。 So if I hit shot, シュートを選ぶと who shot it? 誰がシュートをしたのか、 Where did they shoot it from? どこからシュートをしたのか、 Was it made or missed? 成功したのか失敗したのか。 It was made, and that's your coding process. で、その結果を入れるとコンテナが閉じてその結果が反映されます。 So then your opponent may get the ball. 相手がボールを持った。 I've played around with this too much, but if I go Firebird send a pass and hit turnover, ターンオーバーをクリックすると who turned the ball over? 誰がボールを取ったのか、 Was it an intercept? インターセプト、 And then it automatically goes into their possession chain. ポゼッションが相手に変わった。 It was a shot. It was made by a goal attack, and it was made or missed. So if I hit miss, it's going to come up with rebounds as well. ミスをするとリバウンドが出てきたりと。 So yeah, it's sort of endless. It's just trying to predict what comes next. I'll just stop that. This can be used really simply too. Like I've got examples of where coaches have two buttons. これは本当にシンプルにできています。だから2つのボタンしかありませんのでコーチ間違うことがありません。 So what Code is doing is creating either an XML that you can import live or post game. そして、XML に出力してポストゲームのために使うことができます。 If you're at a game taking notes, you may as well use Coda because you can do take notes and also take clips. これがノートに手書きでつけていたのと比べればコーダを使えば、ノートをつけることもできますしクリップを作ることもできます。 I'll take you through Sportstec Player. これはまたスポーツテックプレイヤーを使った例ですけれども、 It's more than just a simple iPad application. 単にシンプルな iPad のアプリケーションだというだけではありません。I had a heavy involvement in the development of Sportstec Player. 私はこの開発にすごく深く関わることができたんですけれども、 And it was designed as a pre and post game video tool. 試合前試合後にビデオをどううまく見せようかということを主眼にして開発をしましたツールです。 But as our customer group always uses our products in whichever way they like to use them. So you drive how we use these products. So they drive new ways of using the products. So like live in game. Yeah. どのようにそのユーザーがこのプロダクトを使うかということがまた、そのプロダクトに反映されると。So some teams are using it for live stats. So if I click on this file here, I have ライブスタッツの画面なんですけれども、 all my stats live. I can also attach a couple of video clips for the coach. そしてコーチがビデオを見たいと思ったらそのクリックヒアというところをクリックします。 You can change video angles. そして複数のビデオのアングルが入れてある場合はこれやってチェンジすることができ You ま can す。 pause, draw on it. 停止をして書き込みをすることもできます。 And then you can pass it around the room and you can draw on it. So you just, yeah. 書いてみてください。
So essentially it makes an interactive report for your playing group. An interactive presentation tool as well. 本当に相互に利用ができるプレゼンテーションツールです。It wasn't designed for this, but our customers are our best users. They teach us. So. 私たちが開発したんじゃなくて、ユーザーの皆さんがこういうふうにというのを教えてくれて開発がされているものです。If you ever have a coach who doesn't know how to use computers well, コンピューターの使い方をよく知らないコーチがいたとしたら、お持ちだとしたら、you could potentially give him player where he has the numbers down the side of all the clips, so you know which clip you're going to. So for a meeting. このプレイヤーを渡してあげれば、その右上のところに何番目のクリップを再生するかというのも出たりします。You can even use it for a drawing template. This is an idea I came up with. 例えばドローイング、書き込みをするためのテンプレートを用意しておけば、 So instead of drawing on a little whiteboard over here, you're drawing up on a big screen. こうやって大きなスクリーンに映して、この上で書き込みをすることができます。Push play, it deletes the drawing. You can do another drawing. So yeah, you can use it like that. It's kind of cool. I've got a lot more examples if you want to have a look through my iPad later. もっといろんな例を持っていますので、もしよかったら後で見に来てください。View my codes. View My Code という新しいプロダクトが SportsTec にあります。This is a brand new product, and adds a whole new dimension to what we do as analysts. アナリストにとって、全く新しい考え方から作ったシステムです。It's a way of monetizing your hard drive content. ハードディスクに中にあるデータをどうやってお金に変えようかという視点から考えた。But once again, you guys as customers will drive the direction of this product. でこれもユーザー、カスタマーからの要望から出てきた考え方なんです。We see this as like a customized YouTube channel that you upload content to. YouTube のチャンネル、皆さんご存知だと思いますけども、YouTube のチャンネルをカスタマイズするような感覚で作ることができます。It's another social media style platform. Another social media style. その他の、ソーシャルメディアのスタイルのようなものです。We see it linked to your websites. ウェブサイトにリンクすることもできますし、when you're watching clips on View My Codes, you can export all your timeline data. タイムラインから出力したクリップ、が右上に並んでいます。 And you can search upon that really quickly and easily. そこからサーチをすることができます。With giving exposure to sponsors, you can label or banner up your page with all your sponsors to give exposure. そして、ページの上ですとか右側にですとかチームのスポンサーのロゴをちゃんと配置できるようなエリアがあります。Yeah, it's a cool concept. I've got a channel which is webinars, so you're more than welcome to watch clips that I've done. もっとよくご存知になりたければウェビナーっていうシステムで、配信をしてますので、また気になってください。Hajime may even make one after this conference. このカンファレンスの後には僕が日本でのそういったものを用意することになるでしょう。How do you deliver feedback to players? 大事なことは、どういう形で選手にフィードバックをするかということを考えることです。A message I spoke about yesterday was having to be really clear and consistent in your messaging. 一貫してクリアなメッセージを送るということを、昨日のyesterday's presentation. Yeah. 昨日のメッセージ、昨日のプレゼンテーションではお伝えをしました。And at the end of the day, we're all here to win. So we're all here to win. As a team, you're there to win. チームとして勝たなくてはなりませんから。Any questions at all, guys? はい、girls。時間来たのでちょっとあと詰まってるから、休み時間に質問ということでよろしいでしょうか。はい。すみません、質問させてください。はい、昼休みにぜひ
マイケルさんに、いろいろ質問していただけたらと思います。それでは、マイケルさん、ありがとうございました。この後の予定なんですけれども、12時45分まで